おはようございます。定例のライブ配信は定例のライブ配信として始めたいと思います。9時、8時56分。今日は、ちょこちょこ、なんか鬼高評会の方で、なんや印象派風の絵が来てて、いまいちやったんで。いまいちというとごめんなさいね。もう一歩という、頑張れということで、ちょっと思ったんで、今日は、もうウルトラマリンあれへんのあるな。印象派風のを描いていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。おはようございます。皆さん、おはようございます。ウルトラマリンブルー、ちょっと出そう。こっちで見せようか。ちょっと今日パレット全部映らないんで、今見えてますのを書きますので、一度これ透明水彩で書いておりますけども、カドミウムイエロー。書いてますけども、せっかくやったらね、アクリル板で書いてみるというのもありなのかなと思います。カドミウム、やっぱカドミウムレッドもあれへんの。旅に行く前にこうとかなんか。茶色はそんなに使わんかなと。黒は使いません。で、フタロシアニンブルーを、これは結構使うんちゃうかと。そっか、カドミウムグリーンがあれね。この、ヒデックスのこの、パーマネントグリーンライトしかない。カドミウムグリーンの方がいいんですよ。先端が固まってきよった。で、あれやね。冷気系。ディープブリリアントレッド。これでいいかな。あとは白。ということで。勝手に公募展もたくさんご応募、本当ありがとうございました。もう楽しいですわ。今日、残り20枚ということで、皆さんね、楽しみに待っていてください。なんかね、いろいろなご意見もあることは承知の上、おじさん一人でやっているので、いろいろね、しゃあないと思います。いろんな人がこれ本当はね、審査に入れたらもっとね、皆さんおはようございます。赤坂さんもおはようございます。すみませんね、もう皆さんの結果、入選、天外。もう悔しがってくださいね、仙外の人ね。そのモチベーションのためにやってるんで。いい時もありゃ悪い時もあるんですよ。もうそんなもんですよ。ね。と僕は思いますが、皆さんはいかがお考えでしょうか。よいしょ。ピュッピュッ。これキャンバスですね。いつぞやなんか買うたんですよ。旅行く前になんかキャンバスダーッと買うて、油絵描くぞと思って、あれで、何やったっけ。岡山、関西方面に行くときに確か買うたんですけど、結局、油絵はなかなか難しいぞと。片付けとかね、やっぱね、移動をちょこちょこしていく。ライトアートさん、杉若さんも、夏伊藤さんも、ゆうさんも、沙織さんも、のりおっちゃんさんも、ひろしさんも、田舎ロマンさんも、ひさうさぎさんも、スマイリーひろ、皆さん、ほとんど絵文字も同じというね。ウィズアルファさんも、菊池さんなんかお久しぶりかな。ナツさん、先生皆さんもおはようございます。ナツさんですね。太郎ウワルゴンのおはようございます。ふみさんも、エアブラシの斉藤さんも、伊藤千恵さんも。今日デーゲームあれ僕夜かなと思って。嘘。しもった。ここ遊び行こうねって言ってしもった。くそ。また見れへんのか。そうや。今日デーゲームなんですね。すみません。千恵さん。僕、ナイトゲームやと思って。今日、なんかこの2日間ですね、実は、あれをね、勝手に公募展を見ていると、9時ぐらいからやっぱ増えるんですよね、視聴する人が。1時台よりやっぱ大人ってそうですよね。我が家がただ9時に寝るというだけの話であって、9時ぐらいが一番酒とか飲んでちょうどいいね、皆さんちょっと落ち着く時間なんですよね。失敗したので、ですね。だからちょっと今日だけはもう9時からで、今日のは50分ぐらいなので、確か50分ぐらいやったと思います。すみません。よろしくお付き合いください。デーゲームか。うっそー。行きたいな。ね。形よりも今日はもう筆致とかね、そういったところを、ちょっと印象派風に
軽くはこうやはり明暗みたいなのつけておきますけども、まあ黒は使いません。ドラマリンと、よいしょ。そうなんや。今日誰が投げるの？井上くん？メンデスくん？よいしょ。よいしょ。ねえ、4年ぶりに優勝のチャンスが。なんかね、補強も FA とかじゃなくこうしてるからね。なんのこっちゃって。ちょっと画面暗いかな。もうちょっと明るくします。ちょっと暗い目のが色、なんか見やすいのかなと思って、若干暗く設定したんですけど、ちょっと暗めなんですけども、この写真と、右上に写ってる写真を比較してみたら、そこまで暗くはないか。ちょっと暗い？大丈夫かな？OBS。もうちょっとあれちっちゃくなるのか。もう忙しいよね。鬼好評やら。それ、今ね、鬼好評やらなんやらがね。ちょっとね、ここにね、ライト実はつけたんですよ。1個。そうすると影がこっちになるべく落ちるから。実は3方向スタイルに変わったんですよ。また買ったんです。そうなんですよね。皆さんにちょっとでもといつも思いながらなんか気になっていることをなるべく改善していっています。ちょっとでも。よいしょ。もうなんか、あれやね。あんま使わないけど、ゴミも入ったる。ゴミ箱が。やっぱ面白いですね。皆さんのこう絵がこう送られてくると、やっぱりこうですね、130枚もあるとなんか、年末のやつも皆さんぜひぜひね、ご参加ください。おお、いきなり来ましたね。ぜひね、年末のやつ。あれもう、テーマ言うたっけ？言うてないっけ？テーマ言うてないっけ？どうか。よいしょ。めんどくさいので、思い切っていきました。上を目指して頑張ってください、皆さんね。やっぱね、参加せんといかんですよね。もうダメでもね、もう本当にね。僕も思いますよ、皆さん。やっぱ参加することに意義がある。年末もみんなで飲みながらわちゃわちゃやりましょう。ね、井上らしいです。あ、先発ですね。井上くんらしいですね。井上頑張れ。早く崩れんなよ。頼むぞ。よいしょ。4年ぶりにですね、ちょっと優勝のチャンスが出てきて、ただ、広島がね、試合すごいからね。何の話とねって多分皆さんね、思いはるんですよね。よいしょ。逆さにこれ入れとかんとあかんもんな。よいしょ。ブリ。昨日入選の後、エッチな、生物が見たいという DM が送られてきました。それ書いたんですか？もう、エッチな、生物画は。なんかそれに近いようなのいくつかあった気がするから、多分これが出てくるのかな。エッチかどうか覚えてないけど。ねえ。ウィズアルファさんなんかそんなん書けばよかったよね。よいしょ。ウェイシュ。軽くこうモネの今睡蓮を描き出す前一瞬見たんですけど。この辺から茶色持ってうまく表現できてますか？ケンチさんもおはようございます。いつもね、ありがとうございます。皆さんね、紫。こんなんできへんってね。こういうこれお夫婦さんかなの駄菓子もらった。アクリル絵の具で。これはこれでね、こう、
自宅とかでやる分には、持っていくのはなかなか移動はあれやけど、なかなかいいですよ。少しね、こう、いろんなところに展開しながら、よいしょ。いや、なんかもう本当に8時、90分ぐらいある動画やったから、もう子供らが、もう寝る時間になると、ね、あれ、布団に入って最後の方はもう子供らも一緒に見てたんですよね。9時過ぎぐらいから。ずーっと横で弟が、これパパ書いたのってずーっと言い続けてました。いや、ボトン書いてないでって。ボトンこんな上手じゃないよって、あとそのティッシュが言い続けてました。よいしょ。よいしょ。ダジャレじゃなくて、勝てないと思い。映画、あ、書いてないねんね。あ、そうだよな。書いたんかな。よいしょ。いや、でもね、ああいうこう、勝手に公募展みたいな企画。いや、先ほどもね、コメントあって、あの方はぜひぜひなんか、ね、なんちゅうコメントだったかな。なんか、日本の美術大学みたいや、みたいなこと書いてあって、こんなしょうもないことやってみたいなことなんだと思うんですけど、だから、日本は文化が育たへんねやっていうご意見をいただいてですね、ぜひご意見いただけませんかって、こう見てはったらぜひぜひメールくださいね。出てくださいっつって。そのご意見を言うてくださいって僕言うたんですけどね、それ以降返事も返ってこず。ぜひね、そういうこう、よくこう、海外の、そういうのを知ってらっしゃる方とかが、たまに、昔よくあったじゃないですか、こう、フランスのここのあれは素晴らしかったとか、なんか、日本はダメだとかね。僕、そういう人にぜひ出てほしいんですよね、YouTube。もうね、はい、白。なんかね、出てほしいな、思ってるんですけどね、出てくださらんかな、の方。ぜひね。ちょっと印象派でもなんか僕、今日はね、ゴツゴツ乗せたような印象派の感じをやりたいなと思ってるんです。前回は、北海道のこう、お花畑的なの書いたんですけど、で、今日はなるべくスポンジは使わずにいけんかな。で、ごってごて乗せた感じがいきたい。いや、そういう意見はね、もう、なんか何度かお住まいになられてて、海外に。日本はだから文化が育たないっていう意見をいただいたんで、ぜひ、YouTube 出ていただけませんかって頼んでるんやけど、見てはったら、待ってます。待ってます。ね。いましたね。いましたね。文句言うたろうかと思います。いやいや、でもね、ぜひぜひ貴重な意見やから、それはそれでいいと思うんですよ。ただ、なんかこう、例えば向こうでこうさ、その日本人の方と日本人の作家さんの知り合いがたくさんいはるとか言うてはった。その作家さんをまだ紹介してほしいんですよ、僕は。ねえ。その作家さんが、じゃあね、どんな感じなのか。そのフランスとかで活躍されてはる方なんでしょうからね。パリとかでね。ぜひぜひ、もうそういうのも聞きたないですか。皆さんも聞きたいでしょ。そしたら動画撮ったらおもろいやないですか。なんかね。で、こういう、まあ僕の取り組みが正しいかどうかなんてどうでもよくて、いろんなものが、こう、まあクリエイターとされる人が、こう、いろんな取り組みをいろいろしていったら、またこうね、いろんな見方とか考え方、それは好き嫌いとかあるから、でもいろんな引き出しが、こう、インターネット上にね、あって、皆さんが選べるという時代になってきてほしいというのがおっちゃんの願いなわけなんですよね。だから、ぜひ出てくれ。もう本当朝方僕なんか3時ぐらいに、そのメッセージに気づいてすぐね、お金払うんでぜひ出てください言うたんですけどね。出てほしいよね。おはようございます。コロコロさん、ポンさんもおはようございます。ウィザールファさん、エッジっぽいものを応募したつもり。うわ、弱い弱い、全然弱い。こっちでもさすがにこうあかんわ、自主規制っていうので、モザイクかけるぐらいやないと。ね。いろんなのがあって、僕はいいと思ってるし、別にそれに対してどうちゃこら思ってるわけじゃないですけど、
言うんやったらちょっと顔出して。名前は匿名でもいいと思うんですけどね。名前をほら、なんぼでも嘘つこう思ったらつけるんですよね、今の時代って。免許証じゃあ提示してください言っても、免許証も加工しようまた加工できるじゃないですか。僕も iPad で結構うまいことやりそうでしょ。これなんやね。iPad とかでうまいことやろうと思ったらできそうなんで、そういうのも含めてなんかね、いろんな意見があって、全然いいと思うんです。よいしょ。で、こういう僕がやってるようなね、無償のもので、こう、オンラインでっていうので、一番なんかハードルを低くしたら皆さんがなんか、いろんなものに出しやすくもなると思うんですよね。よいしょ。あと、なんか皆さんすいません。病院って言うて、単に肘のあれです。加齢によるものなので、皆さんご心配なく言われました、先生から。まあ、50ぐらいになったらなんか出てくるよって言われた。僕の YouTube の赤坂さんって人も言うてはりましたんで。言うときました。よいしょ。まあ、この段階、ただ筆致みたいなものもちょっとこういろんな方向とか、まあ、例えば長いストロークとか短いストロークとかで、あんまりこうぐちゃぐちゃと混ぜ合わすんじゃなくて、なるべくこうなんか、点とかで展開しながら、点っていうかまあ、置いた絵の具原色みたいなので展開しながら、あんまりこう、ね、混ぜ合わすようなことないようにしながら今進めています。よいしょ。ビリビリビリ。よいしょ。よいしょ。で、まあこんだけ熱く塗ったら乾くの時間かかりそうですけどね。まあドライヤーで乾かしながら、ね、広瀬試験さんが教えてくれたあれでやってったらいけるか。よいしょ。まあもう夏もなんかね、終わりそうで、ちょっと過ごしやすくなりましたよね。でもなんか皆さん夏バテとかでなんか絵を描く気力がなくなってるという人が結構おられたですけど。私何にもないんですけど、そんなの。気力は失われることはないんですが、ただただ腕が痛い。よいしょ。まあテニス肘みたいなもんやって言われましたけどね。伊藤千恵さん。ヘルナンデス、ギブス外れた。早いね。いいですね。いい情報あり、スポーツ報知でも買われてんのかな。いいですね。ってことは、センターがヘルナンデス、レフトがココモンテス。いや、もうココモンテス外せんもんな。どうなる？岡本ちゃんがファースト。そうなると、あれか。どうなるんや？センターが、ライトが丸か、イケメン浅野くん？浅野さんもあれですもんね。まだね、19歳に見えない貫禄があって。素敵なね、浅野くんも使いたいね。すごいね。まあまあ、CS にも間に合うやろな。まあ、無理せん方がいいね。真面目な選手ですよ。いいよね。真面目な選手ね。よいしょ。よいしょ。いい土台できてきたな。肩とか肘とか出てきますねと、はるさんもおはようございます。5時過ぎるといつもどこか痛いです。本当に。やっぱちょっと僕もなんか、あれかな、ジムぐらい行こうかな。いや、もう本当になんか、弟が抱っこしてくれがまだね、あるんすよ。重い。重い。お父ちゃんきついって言うんだけど、もうね、50過ぎるとどこか出てくるんですね。
よいしょ。なんか勝手に公募展ももう個人的にはなんかもうね、子供寝静まって静かに見たいのにね。だから9時に設定今日しまして申し訳ないです。下の絵の具をなるべくこう、あれしながらですね、混ざり合わないようにしながら、で、まあ、ちょっと写真やから、ね、新緑ってもっとこう、写真の方はかなり白く写ってますけど、いやいや、もっと鮮やかな緑やったでっていうんやったらそういう風に描けばいいので、よいしょ。楽しい。楽しい。ドラゴンズは甲子園で今シーズン全敗しました。いやー、そこはね、やっぱね、ファンが素晴らしいから、甲子園球場のファン、すごく口もいいし、品もいいから、やっぱあそこのファンの前やったらちょっとね、すごく品がいいんですよ。僕の知り合いの王くんっていうのは小学校の時に初めてトラウマというのに、なったのが、僕の友人の王くんはね、あそこの球場で、ね、すごいこう、100周年迎えられてね、で、小学校4年生の時の学級の歌というのが、なぜかこう、六甲おろしというのの替え歌にさせられ、それを毎朝、9月か10月ぐらいから毎朝歌わされるというですね、まあ、地獄の日々を未だに忘れない、今から40年前の話だ、40年近く前の話なんですけど、未だにそのことをぐだぐだ言うているという人が、僕の友人の王くんっていうね、いるんですよ。ひどいですよね、本当にね。いや、素晴らしいですよね、教育としてね。ね。そのチームを応援していないのに学級の歌というのにさせられて毎朝六甲おろしの替え歌みたいなダッサいの歌わされ、素敵なのを歌わされていいですね。おはようございます。テニス肘半年で治ります。あ、そうですか。なんかね、昔はちょっとそういうので、今はの衝撃波治療というのを今やっとるんですけど、めっちゃ痛いの当てられるんですよ。言うて、一回子供に連れて行こうかな思って、もう、お父ちゃんこんな痛がってんねんでって、注射よりしんどいでっていうのを。で、それを当て続けてなんかやると、ちょっとずつやっぱ良くなってはきてますもん。で、今5回行って、とにかくイタリアまでにね、なんとかね、ある程度こうしたいんですよ。イタリアまで、ボンジョーロまでにね、したいなと思ってるんですけど。で、昔はなんか言うてはりました。1年ぐらい、10ヶ月ぐらいかかることもあるとか言うて、マスク嫌ですよって言ってたんですけど、なんとかボンジョールのイタリアでね、もう爆発して絵描きまくってね、もう皆さんとアホみたいに描いてあると思ってるんですけど、よいしょ。よいしょ。よいしょ。木曜ナイター甲子園行ってきました。楽しかったですと。やじってる人いませんでした。やっぱ変わってきたんかな。昔僕の友人の王くんが行った時は、駒田選手というね、関西出身のね、ちょっとこう、今、ジャイアンツの三軍監督してるんですけど、ちょっとお顔が面長なですね、あれなんですよ。ちなみにライトスタンドですよ。僕の友人の王くんは、ライトスタンドという、一番こう、ファンの、熱烈なファンのおっさんたち、お兄さんたちがいっぱいおる、ですね、お前ら何したんや、うまい、これとかって言ってですね、お前ら、あれで、うまい声早く帰れとかって、そんな感じの優しいこう声援を飛ばしまくっていて、でもその、少年は、学校で、お友達の悪口言ったらあかんよとかって習っていたそうなんですけど、真逆のことを見てしまう。それによって、なんていうか、なんていうかですね、トラウマという風になってしまう。はい、これとか言ってね、ガラガラ声の、お兄さん。ですね。綺麗な、素敵なボイスでですね。ダメなじゃない、俺とか言ってね。早くやれとか。もう一生忘れることはないんでしょうね。この映像を。すいません。初めて見る人何の話してるかってね。僕の友人の王くんっていうのがいるんです。関西出身で。初めて野球の試合を見に行ったのが甲子園球場というとこで、
それでなぜかわからんけど、まあなんか友人やったかなんか、親父の知り合いかなんかやったら、お父様の知り合いやったかなんか知らんけど、チケットもらったのかなんか全然そんな知らないですけど、その縦縞のユニフォームのチームの、スタンド、ファンが多くいるスタンドの方に入ってしまったんですね。で、学校とかでは、友達の悪口言ったらあかんよとか習っていたんですけど、真逆のことが起こる。夜何しんねんこれ。ね。ちょっとドライで顔化していこうかな。トラファンの馬呼ばわりはトラウマの語源なんです。そう。そうらしいですよ。オギソペディアには書いてましたよ。オギペディアに書いてました。オギペディアにしましょう。オギペディアには書いてありました。ぬるーくドライヤーかけてるんですけど、ぬるーく。音入ってます？シー。ドライヤーが動いてる。ちょっとこのお夫婦の絵の具、ちょっと表面から乾くけど、中乾くの時間かかるんですよね。あ、マイク切ってなかったです。僕は喋ってなかったです。喋ってなかっただけです。ちょっとね、中がね、なかなかあれじゃないですよ。なかなか乾き、ちょっとにくいところ。だから皆さんこんな風にね、急いで絵描く必要ないんですよ。それだけの話なんです。切ってないですよ。ごめんなさいね。ういー。よいしょ。ねえ、去年でも素晴らしかったですね。あれでしたっけ？それでしたっけ？これでしたっけ？なんかね、優勝されまして。でもなんかバッターもすごい若いの、いいの育ってんもんね。あそこのチームはね。よいしょ。よいしょ。岡田監督は早稲田ですよね。ね。よいしょ。うわ、乾いてほしいな。乾いてほしいな。ちょっとドライヤーしっかりかけよう。おしゃべり続けますね、じゃあね。ドライヤーの音、入らへんねやん。すごい。マックスでかけてます。本当にすごいね。今、その性能たるの。何なんですかね、これね。すごいね。なんか、サッカーの中国戦かなんか、すごかったんでしょ、あれ。7対0かなんかで。中国ってそこそこ強くなってきましたよね、確かね、サッカーもね。
なかなか乾かんね。まあ、ライブ配信でアクリルやるときの一番難しいところですね。おはようございますと。突発性髄めまい症というめまいになってかなりしんどかった。ようやく復活しました。あ、そうですか。CM 松下さん大丈夫ですか？それは結構きつそうですね。よいしょ。あかん。下の絵の動きあるな。よいしょ。なんとか乾かしたいな。まだあかんね、全然。乾いてからちょっとやりたいことあるんですよね。ごめんなさいね。よいしょ。もしなんか質問あったらしてください。遠慮なくしてください。あそこの、あれね、今回、おばあちゃまに、出したいって言ったこと、脇田くんのとこの、脇田くんってね、息子ちゃん、ね、よかったよね。脇田さんとこ3人はめっちゃありがたいんで、いつも数を稼いでくれるから、めっちゃありがたいですよね。よいしょ。コメントが、配信中にはないから、一回ね、コメントしてほしいよね。皆さん。ほんとね、親子そっくりだよ。もうめっちゃ面白いですよ。お父ちゃんは多分自画像、しっかり、なんか、自画像の回かなんかの時出てるので、皆さん見返してみてください。めっちゃおもろいですよ。もうびっくりしますよ。息子もね、髪型とメガネが同じというね、衝撃が走って、あれいいなと思って、うちもそうしようかなと思って。よいしょ。よいしょ。ちょっとこう紫系のグレーみたいなのを作ったりとかして、結構ね、グレーの使い方が皆さんね、あれやなと思って見てます。グレーを意外とうまいこと使えていったら印象派風に描けていくんやろうなと思って見てました。よいしょ。乾いてほしいな。早く乾いてほしいな。9歳画伯の2作品良かったですね。ちなみにヤングなでしこは現在ワールドカップ、そうなの？ニュージーランドに7対0、ガーナに4対1、グループ余裕でトップ。そう、やってたんや。すごいね。この辺の緑がね、全然乾かん。だから逆に乾きが、早すぎるという人には、これぐらい厚く塗らんとあんまあれでしょうけどね。いいのかもしれないですね。乾きが。ワールドカップ女子やってんねや。懐かしいですね。澤さんとかの、ね、澤穂希さんとか。よいしょ。の、あれですよね、時ね。どこか。もう一回行こう。よいしょ。セミのひっくり返った作品素晴らしかったですね。とね。あれなんかね。セミがこうひっくり返って、ね。また生き返るやつをセミ爆弾って言うんですよ。セミ爆弾。ギャ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 ってね、泣き出す。死んでるかな思って、触ってみたり生きてたってやつ。セミ爆弾。ちょっともう、潰してでも絵の具を乾かしていきます。
少しこう空気に触れさせたりとか、もう表面を、もう中の方を破って空気に触れさせて、でも、アクリル絵の具っていうのがね、100年前、200年前からあったら、技術とかもっと変わったでしょうね、もちろんね。特になんかゴッホとかね、だいぶ違う絵を描いていらっしゃったでしょうね。全然乾かんけども、ちょっと諦めようかな。で、ちょっとね、今日はなんかこう、例えば、これぐらいでこう、鮮やかな、こう、ビビッドな色で描いてきて、さあ、どないしたもんかなと思って、一回ね、例えば皆さんにこう、ちょっとおすすめというか、こういうこう、やってはないんですけど、印象派がやってはいないんですけど、ちょっと例えば見えてんですけど、この辺ちょっとこう、なんか、少しグレートーンみたいな色とか作って、で、一回なんか全体にこうね、やっぱりこう、モネとか、ね、ルノワールとかにしても、すごくアカデミックなことを学んではいるんで、こういうこう、構造とか、は知ってるんですね、もちろんね。で、若い頃の絵とかの印象派でも若い頃で、ざざっと描いてるだけの絵もあれば、ちょっとこう構造作ってる絵とかあるんですよ。あ、うまいなでこういうなんか少しこう、例えば、なんかこう、構造をこう作ってみるみたいなことをして、要は絵の具のこう、ね、こう村田秀樹君に言わすと2層目、これ2層目な。これ今2層目な。こういう風にこう、ちょっとスカンブルといってちょっと白が入ったような状態にしといて、一番暗いとことか、一番明るいとことかに一層絵の具が塗ることによって暗さが明るくなったり、明るさが少し暗くなったりとかっていう風に、これはいいちゃうやな。すると。よいしょ。来なかったね。来るかと思ったら、何かを取りに来ただけやった。で、なんか見てると、こう、暗い色がすごく暗く皆さんがこう、印象派風に描いてる絵を見ると、暗い色がすごくこう、暗く見えたりしてたんで、そう、イグディダスチャンネルさん、ありがとうございました。結構簡単にできました。ありがとうございました。イタグレリズさんチャンネルさん、ありがとうございました。広瀬試験、旧広瀬試験さんですね。旧ツイッターみたいな感じですかね。X。旧ツイッター、もうほぼみんなさ、旧ツイッターって言ってますけど、イタグレリズチャンネルさん。なかなかこう僕も覚えれないんですけど、イタグレリズチャンネルさん。よいしょ。松下さん、特に予定ないです、僕は。はい。福岡にもいい作家さんいっぱいいますからね。よいしょ。紫、青。これぐらいこう、例えば、少し全体に、透明ではない半透明ぐらいの少しかけてみたりとかすると、なんか明るいところが少し、暗いところが明るい。というような、ことをしてみたりとかはどうでしょうか。セミファイナル、もしくはセミナル。あだだだ。よし、ドライヤーでまた乾かしますね。おお。よっしゃ。
なんかこう、国立競技場に、サッカー見に行ったんですけど、みんながなんか写真撮ってくれてたりとかして、めちゃくちゃ嬉しかったですよ。まあ、あんなでっかいこう、看板ではないけど、そういうのになるのもすごい、まあなんかね、ああいう仕事が、ね、どちらなのかわからないけど、まあ、やってみやんとなと思ってですね、せっかく来た話やしと思ってですね、やってみて僕はなんか良かったなというふうに思いますけど、国立競技場の方まで行って、参りましたが、非常にこう楽しかったし、あ、これが国立競技場なんやと。ナビとかもね、すごかったですよ。よいしょ。うん。よいしょ。うん。よいしょ。よいしょ。で、こう、また、少しこうタッチを、まあ、一層書いて、まあ、印象派の場合ってそんなにこう一層とかである程度こう決めていくことも多いですけど、構造を作るというパターンがあっても面白いかもしれませんよね。よいしょ。緑系が、まあ今、これでだいたい40分、45分ぐらい。こう、緑色のなんか、隠蔽力の強い黄緑色欲しいよな。いつもな。この、パーマネントグリーンやったらちょっと僕からすると弱いよな。これ。よいしょ。なんか質問あったらしてください。ワンチンがなんかギリギリのところで、よいしょ。今にもキャンバスにつきそうな。で、少しこうですね、筆直分割法ということで、また点をこうあれしながら、増やしていきながら、まあ、印象派風と書いてあるだけでね、印象派みたいに書くと断言しているわけでもなく。よいしょ。なんかね、タッチがね、もっとこうしっかり残ってきてと思ったけど、乾くのちょっと待てなかったですね。すみません、もう本当に。結構こう筆をしっかりとなんかこう洗ったりとかしながらやっていかんといかんようなタイプないかもしれませんね。ね。よいしょ。ラッパッパ。よいしょ。まあ年末もぜひね、皆さん参加してくださいね。もう本当にありがとうございました。もう楽しかったです、僕もね。編集も無事。なんか BGM がちょっと小さいとか言われたりして、まあね、BGM 大きすぎて聞こえんよりはまだマシかなと思いながらすみませんね、ほんとね。よいしょ。今日の感じね、オイルパステルで描いて、オイルパステルね、なんかね、こういう細い線引けへんのよね。こうね。
なんかこう、この、まあ、実際本物見たりとかしたら、オイルパステルではできないような、なんかこう、微妙な表現が出ていてくれることを祈りますが。よいしょ。よいしょ。グレーズ後に明るい色をのせていくのがワクワクします。なんかだいぶこれで、ね、この、沈んでいる色からまた明るくなってくるっていうね、ところがなんかね、面白いんじゃないかなと思いますしね。ピュッピュッピュッ。要は、あんまりこう、にも暗い色とかっていうのを、こう、皆さん置きすぎるのと、生の白というのを、もう本当に例えばここやったらここってこう絞り込んでやらんと、それがちょっとチラチラとこう画面の中に散りすぎることがあるので、だからちょっとこう、固有の色というものを、やっぱりこう、しっかり意識しながらね、やっていかないと、よいしょ。で、それで、こう、例えば緑系の中にチラチラと青見えたりとか、後でピンクとかもちょっと入れてみましょうか。よいしょ。で、一度作った色もちょっといろんなところに散りばめながら、よいしょ。よいしょ。グレーをかけると全体がね、ちょっとまとまりますでしょ？なんかね。皆さんもワンクッション置いてからまたこうやるとかっていうことをされてもいいのかなと思って見てるんで、もうまさに本当にこう皆さんが高評価出して鬼好評とか出してくださるからこそこの動画が作れるというめっちゃ楽をさせてもらってます。YouTube とかってやっぱりこうね、アイディアとかなんかネタとかってうんぬんかんぬん言うんですけど、僕の場合はもう皆さんが勝手にこう情報をくれるので、すんごい助かります。よいしょ。海外のなんか、日本の教育がダメだと今日言うてはった方見てはったらぜひぜひ連絡ください。いやー、動画撮れるのになと思ってね。いやー、そんなね、フランスに3年、オランダに何年とか言い張ったっていう方、ぜひぜひもうね、もう、言い張ったらぜひね、責任取ってもう出てください。お願いしますよ。待ってます。皆さんにね、ぜひね、出品された方に対してもね、なんかね、ぜひそういった意見を。よいしょ。空の色はどないなんや。まあ、ベターっと塗るんじゃなくて、少しこう、まず点でこう打ちながら、よいしょ。全然こう、ネタはあるし、ね。今朝方ずっと編集をしていたのが、初心者が陥りがちな罠参戦という動画を。結構これ頑張ったから皆さん、上がったら見てくださいね。結構頑張りました。よいしょ。タッチもしっかり残しながらですね。みちみちさん、ああ、よかった。元気？うわ、うるさいの来た。やめてくれ。うるさいの来た。もう、この令和の時代にウルトラマンの歌を歌ってるやつがいる。そして太郎がどこへ行くと言ってます。この令和という時代に。すごいね。我が家だけはもう、令和ではない。で、ちょっとこう、密度を上げるために、少しこう、細い筆とかも使いながら、向こうに見えている、
みちみちさん、なかったやんか。待ってたで、俺。もうずーっと。みちみちさん、聞いてる？年末待っとるぞ。圧力をかけています。圧力をかけ。みちみちさんの参加お待ちしております。よいしょ。で、ちょっとグレー、紫系のグレー、ちょっとパレット映ってないですね。ごめんなさいね。ちょっと作って。で、一回作った色に関しては、ある程度ね、こう、幅広くこうですね、キャンバスにくっつける。よいしょ。幅広くこう当てながら、よいしょ。ポポ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 ポ。なんか皆さんネタ提供して。ウルトラマン太郎。次のメンバー限定の方で見てもらおうと思ってます。いや、なんか出すのかなぜひぜひなんか出し。よいしょ。太郎は戦う。ちょっと印象派風になってきたんじゃないですか。ね、密度がこう上がってきて、ちょっとこういう時に思い切って、まあ、ピンク系、赤系のグレーみたいなのも作ってみたりとかして、ね、もうどうしてもこう、青系、緑系が多くなってくるので、もうね、なんかね、シュー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 というなんか線があったりして、それがかっこよかったりするんですよね。ピューとか。よいしょ。どうですか自民党総裁選は。ほら、脱線していくよ。そっちの方行くよ。皆さんから質問ないと。白人そっちの方行くよ。やっぱなんか、あれね、小泉さんのなんか、テレビとか出馬会見見てると人気出んのわかるわね。新しい改革を。みたいなね。やっぱ、全然似てへんな。頑張ってモノマネ覚えんといかんな。石破さんのもうね、一時練習してたんですけどね、河野太郎さんもね。全然似ないですね。ちょっとこう空なんかにもちょん少しね、ピンクとかも散らしてみても、まあまあ見えてくるなと。よいしょ。お。自分よりパパの夢。抱負がパパのお酒多いじゃんけど。あれね。そうね、意味わからんね。抱負はって。お父さんがいっぱいお酒を飲んでほしいという謎の誕生日に抱負をこうインタビューしてたんですけど、ね、もうわけわかりませんよね、我が家ね。幼稚園の方で、まあ、弟のなんか誕生日会みたいな、ちょっと見てきたんですよ。当然男性、パパは僕だけしか見に来てませんでしたけど、誕生日会みたいなのあって、見学に行ったんですけど、弟が、今好きな遊びはって言って、もう僕らからすれば間違いなく虫取りなんですよ。もうやつはもうバッタを取り出したらなんぼでもやると。なのに、おままごとと言いまして。緊張していて、はぁって二人で妻と顔を見合いました。どうですか、ゆうさん。ちょっと印象派分かってきました？なんかできそうな気してきました？
ゆうさんともう一人のためにやってるんですよ、今日。どうですか？分かってきました？アメリカ時間今何時やろ？ど深夜かな？大丈夫かな？分かってきました？ちょっとこう暗いところが暗すぎたりとかして、ね。まだ好評には出てないかな。初めての方も遠慮なくね。おもちさん。おもちベルさん。何これ？質問ですと。先生、エッジが強い。というのはどういうことですか？輪郭が強いっていうこっちゃね。なんか、ないかな。エッジが強いって、こういう、例えば、こういう、ところがカチッとしすぎたりとかして、なんていうか、例えば回り込みみたいな回っていくようなモチーフとかのところにエッジがプッと強くしてしまうとそこが立って見えてきてしまうんですよ。そういうところはちょっと弱く描きましょうという時に多分言ってるんちゃうかなっていうふうに思いますよ。質問です。これからアクリルも調整しようと思ってるんですが、白い紙の場合、白い色は塗るんでしょうか？紙の白を塗り残すんでしょうか？二つ多分、両方どっちでもいいと思いますよ。透明水彩みたいにアクリル絵の具を使いたい場合は白い紙にそのまま描いていけばいいと思いますし、いやいやこんな風にゴテゴテ乗せていこうかな思ってるんやったら、一層ベースを作って、グレーでも何でもいいので、下地の色とかを作ってやられる方が、私は個人的にはアクリル絵の具の面白さみたいな、もう全然透明水彩と違うので、いいんちゃうかなというふうには思います。僕はどっちかというと一層塗って描いていかれた方が、初めてこれからアクリル絵の具とかされる人はいいのかなと思います。透明水彩みたいに描くんやったら透明水彩でいいんじゃないかなと思うので、そういうふうに僕は思ってますので、なんか一層白い紙に、そういう多分僕今までもやってると思いますよ。白い紙でなんかダーッと全部塗ってから始めるやつも紙に対してもやってるのでですね。ね、ありがとうございました。もう遠慮なく質問してください。もうこの時に質問されるのが一番楽です。もう答えるの一番楽。喋って答えた方がいい。もう打つのしんどい。老眼やからね。まだ夜8時。よかったよかった。よかったよかった。10時間ぐらいの。10時間。よかったよかった。よかったよかった。ここはね、マチエル汚かった。で、ちょっとしたマチエル残したかったんですけど、乾かんかった。ね。新次郎さんの小泉公文。作家の方が主語の省略が文章をおかしくしているけど、それが文章の印象を柔らかくしていて、なかなか戦略的だと分析していて、そうなんだと思いました。新次郎さん公文。なんかね、なんか、こと言うてるような感じに聞こえたりもしますもんね。面白いですよね。いやでも僕はなんかね、もうブレインが良ければええかなと思って、なんかどんな人が総理大臣になってもブレインとかね、僕はもうなんかどことの指示とかでも何でもなく毎回言ってますけど、子育て支援と教育、そして若干やっぱデジタル化をもうちょっと進めてもろて、言うたっけ？言ってなかったっけ？どっかで言った。病院で初めてあれやったんですよ。何ですっけ？マイナ保険証すみませんって。やっぱ病院日頃行かん人にとっては、何のこっちゃって感じなんで、一応持ってってたから、やってみたんですよ。で、入れて、顔認証ボタンって押すじゃないですか。1回目ダメで。あれと思って。もう一回入れて。2回目。ダメで。ザワザワとしだして。僕ですよね、これ。なんか言いながら。で、なんか、一応なんか、暗証番号もダメで、パッとなって、やばい。3回ダメやとダメなんですよね。なんかね、もうなんか使えんようになるみたいなんでしょ、あれ。どうしようと思って。で、もう一個機会があったから、
ちで顔だけやってみてくださいって言われたんで、やったら通りました。機械の不具合やと思います。病院が悪いんじゃないですよ。僕が多分、マイナカードに早くしすぎたんだと思います。だいぶ前にやって、いつやったか覚えてないっすって言いながら、そんなことありますと思いました。という感じで描いていきました。まあ1時間程度ですけどね。まだ質問。構図に悩んでますと。主役に思い入れが強くて、背景や形を意味を持たせる主役をその中に添えることができません。おすすめの作家さんは、言いますか。僕多分その動画ね、上げてる。ぜひね、大変やけど、皆さんのなんか、あれ調べれんのかな、小木曽誠作品構図とかでしたら、小木曽構図とかで調べて出てこへんのかな。僕はなんかYouTube スタジオっていうアプリがあって、で、それで、あれすれば、小木曽構図で出てくるな。ほら、ある、ほら、あるやんか。ある。わかります？ほら、いくつかある。ほら、構図で影響を受けた作家。ほら、ある。やっぱあるね。いや、ある、ほら。構図がわかるトリミング中。構図でしょうとか、ほら。イメージの構図の作り。ほら、いっぱいあるやん。5個ぐらい出てきましたよ。その中でもおすすめの作家参戦。ほら、出てきた。楽。質問せえとか言うといてね、こんな風に。いや、でも本当それ見てもらうのが一番ありがたいですよ。もう、僕が若い頃から、まあ多分 YS って言って、あれかな。誰や、セザンヌって言って、もう一人誰やったっけな。って言ってるはずですけど、もう本当僕はそこの辺の影響を受けて、まあその理由とかも言うてって、多分それ見てはった方がいいかなっていうふうに思います。よいしょ。ぜひ。いやー、そうだね、構図ね。うまいですよ。まさにそう。ど真ん中にドンじゃなくて、なんていうの？その辺がすごいうまいですよね。よいしょ。我が家がだいぶ賑やかになってまいりました。ぼちぼち。ちょっとどっか連れていかんといかんな。まだ干潟ヨガ公園の、ただプールやってるかな。干潟ヨガ公園ちょっと連れて行こうかな。そしてバッタ取りもしようかな。よいしょ。まあ、少し途中段階で深みを入れるような仕事を入れたので、ちょっとね、雰囲気は違うかなというふうにいつもやってるようなちょっと、雰囲気また違うのかなと思います。まあ、ピチクパチク喋りながらね、1時間ぐらいで書いとるわけやからね、これね。ふみさんも保険証3回ダメでした。そりゃ、やっぱり市役所とかまた行ったらなんとかしてくれんの？再交付して、それはしてくれんとあかんやな、女もんな。あれ、1回ダメで、まあ、1回認証されましたと、今回ね。でも、もう1回リセットしてるということでいいんですかね。もう2回暗証番号は連続でミスっていて、次3回目ってことになるんですかね。くそ、わからん。太郎さん、教えてくれ。マツコは進次郎さんが嫌いらしい。知ってる。見ました。結構昔のね、あれでね、5時に夢中やったっけ？ 5 時になんちゃら。MX テレビでしょ？ MX テレビね。それ知ってましたよ。大嫌いとか言うのがね、切り抜きがされてて。いや、でも偉い。多分ね。女性人気ありますよね。石破さんちょっと損してるもんね。石破さんイケメンやのにね。もう僕も、河野太郎さんもガリガリイケメンやのにね。コバホークさんちょっとまあ普通かなと思いますけどね。コバホークさんもね。まあかな。高市早苗さん僕奈良やからね。奈良なんやっていうね。早苗さん。なんか、早苗さん僕学生時代から議員さんやってんちゃうかな。違うかな。
なんか、昔の、なんか、映像とか出てくると、えらい若いですもんね。えらい若い頃の、なんか、えらい髪型がなんか、っていう、若いっていう。総理大臣も国民投票制にしてほしい。僕も思ってる。私は印象派風の質問してないのですが、とてもためになります。ゆうさんの、あれ、印象派風の、あれじゃなかったっけ鬼高評会。あれ違ったっけあれ違ったあれ違ったっけあれごめんなさいね。誰やったっけ何さんにいた記憶があるんですよね、今週。だからなんかこんなことしてるんですよ。よいしょ。質問来てんね。名画の構造を検証する動画ありましたね。あったかもしれない。ベーシックインカムに挑戦してほしいと。絵だけ描いていていけるように。もうね、ベーシックインカム、どれだけ税金かかんねやろね。ごめんなさい、質問ね。すぐ見ますと。55の人物挑戦しようとして友達が絵画教室にモデルに来てくれるんですが、2時間のデッサンと15分の撮影で最大限できることとは何でしょうか？ 2 時間のデッサンと15分の撮影。友達が絵画教室にモデルに来てくれるんですが、2時間のデッサンと15分の撮影で。2時間撮影させてもらった方がいいんじゃない1時間撮影、1時間デッサンじゃダメなんか。もうこれ決まってるんですかそれ。最大限。僕だったら、あれかなどうするかなもう顔だけのデッサンやるかなどうするかな顔だけのデッサンやるかなすごいこう、恵子さん、難しいな顔だけのデッサンやるかなんかこう肖像画とか頼まれたりして、多少時間ある方とか僕に時間があったりすると顔だけのデッサンは結構します。すいません、顔だけのデッサンさせてください言うて、しますよ。ババババーっと30分ぐらいとかでね。やっぱなかなかこう、写真とかだけじゃ印象が残らんかったりこう、することがあるので、リブラさん、メンバーシップありがとうございます。助けてよ、おっちゃんを。みんな助けて。助けて。二人ちびおんねん。助けて。ありがとうございます。もう本当にね、鬼好評だけじゃなくて、今度は、11月やったっけな、大阪で個展ありますから、似顔絵描きますキャンペーン。言うてね、私メンバーです。自分から言うてね、やりますので。大阪で。行けるの3日間ぐらいだと思うんですけどね。またそれはメンバーシップの人には早めに教えます。飲み会したいね。どうしよう。やれるとしたら初日なんやけど。覚えてへんわ。イタリアから帰ってきて何週間後やった覚えてへんわ。よいしょ。ちょっとこう、紫系の色とかも入れながら、赤茶系の色も入れながら、今回は鬼好評出していません。そうでしたっけ、ゆうさん。そうやけど。その前の、前回のあれかな。ごめんなさいね。なんかぼーっとしてる。よいしょ。ちょこちょこね、皆さんからこう、印象派風のとかね、筆色分割本で来るんですけど、結構こう、白とか黒とかがちょっと強すぎるから、その辺のこう、操作の仕方と、あと、なんかこう、緑の中にも今ちょっと茶系とか赤系みたいな、こうね、赤、ピンクみたいに入れていってみたりとか、この青っぽいこういうところにも、実際にこれ、こちらが映ってそういう風に見えるところもあるんですけど、っていうのをやってみたりとかしていってます。よいしょ。いや、ごめんなさいね、ゆうさん。ごめんなさい。そう、誰やったかな。よいしょ。マリちゃんこさんが確かやってきてたのはもう一人いたと思うんですよ。だからさ、記憶が。よいしょ。
そんなね、もうそれはこんだけ見てたらね、もう200枚ぐらいこんだけ見てるからね。で、その中でもこう印象派風と。いい感じじゃないですか。また人にこう同意を求める雰囲気がいいでしょ。皆さんできそうじゃないですか。今日ちょっと斜めアングル1回もやってないですけど、全体でこう進めていっていますけど、もうできそうな気しませんかね。干潟余暇公園、プール、まだやってる。誰かに調べてもらおうとしてる最低な人間。大阪楽しみです。リブラさんよろしくお願いします。飲み会行きます。ねえ。よいしょと。適当すぎるな。次の日からでもその日からチビと一緒に行くって言ってたんだかな。どっちだったかな。でもありえますよね。だからね、早めから、なんかオープニングパーティー、22日やな。22日、11月。いい夫婦の日や。覚えれるわ。覚えれるわ。まあでも油絵多分15枚ぐらい。水彩がまた、10枚とか5枚とか8枚とかわからんけど。そんな感じだと思います。という感じで描いてまいりました。楽しかったな。めちゃくちゃ楽しいな。ねえ、もう、絵描くのしんどいっていう人どうしたらいいんやろね。おっちゃんわからん。やめたらって。一時休んだなしか、おっちゃん言えへん。もう全然いつも楽しんでるので、印象派風に描くのも楽しいし、おっちゃんにはわからん。どないしたらいいの？誰か教えてくれ。スランプで書けませんとか言う人もわからん。いろんなことをやってみるっていうのは僕は一つかなとは思うんですけど、そんな器用にできひんわっていう人もいっぱいいはるかもしれないしね。もうわからんわ。うるせえ。よいしょ。楽しかった。私もルピナス書いて白とパッキリ色多すぎ、好評グレー一色足して修正しました。今日勉強になりました。興味津々なのでとても参考になりますとよろしくお願いします。できそうでしょ今日の絵も。もうめっちゃ楽勝でしょ。もう皆さん先んじて、あれでじゃないですか。もう言うやろと思った。できそうでしょ楽勝でしょ言うと思ってたでしょ。よいしょ。いや、なんか本当になんか、こう、イタリアね、行かれる方、ずーっとこう見ててもいいですよ。かかんでもいいですからね。もうほんとそんな全然いいですから。気にせんでください。僕、後ろに人がいようが何しようがかける人なんで、もうずーっと見てるだけの何日間でもいいし。動画の、スマホとかのストレージだけはね、だいぶ開けといてきた方がいいかもしれないですね。ずーっと録画してもいいし。よいしょ。ということでございました。いや、まだまだいけますけど、もちろんね。延々とできる。ベタ、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 ベタ。ちゃんと見ながら書いてますよ。適当じゃないですよ。印象派風に描いてみたということでございやした。いいかな1時間、もうちょっとやっていい？またなんか子供たちも静かそうやし、もうちょっと密度上げていく。もうちょっとやろう。あと10分ほどで終わりますので、10分以内で終わりますので、質問がある方はしてください。ちょっと暗い色とかもちょっと使いながら。
アクリルが結構ね、なんかこう、いろんなこういう方法、いろんな方法に使えますよ。本当に。グレートーン結構良かったでしょ。皆さんにとってはできそうでしょ。グレーズみたいなね、メディウムとはまた違った方法でやるということでね、皆さんには参考になったりすること多かったんじゃないかなと。ちょっとここの辺に、よいしょ。この辺に、こう、ギュッ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 。よいしょ。少し、強く線が出ているところを少し強く描いてあげて、これも黒ではなくね、もちろん。うわぁ、もうケンツさんいつもありがとうございます。もう本当によかったね。チビたちの高菜ってね、コーラが160円、下手すりゃ500缶が180円も仕上がるんですよね。もう高菜ってね、お父ちゃんいつもあれですよ。公園の水道水、お父ちゃんは水道水を飲み、子供たちはコーラ。それか、ね、大体水道水を飲んでおりますけど、今日はちょっと贅沢に水道水以外飲もうかな。今日はね、よいしょ。ケンチさんのおかげで、私はじゃあ、今日は、何か、ジュースでも飲もうかな。アイスコーヒーでも飲もうかな。アイスコーヒーなんか全然飲んでへんな。缶コーヒーのアイスコーヒーですね。先生もジュース飲んでと。ね。子供ら飲んでんのちょびっともらうとかありますけどね。でもなんかこう、やっぱりね、お父ちゃんのこう虫ばい菌が移るのあかんからって、口をつけずにガーって飲みますけどね。わかりますね、虫ばい菌が移らないようにしてますと。よいしょ。うっさいなうっさいな手ものすごいいろんなとこ動くでしょ。全体をやっぱ見て暗い色をこう展開もしていったりとかしていってね。ちょっと我が家の1階の状況がだいぶやいの始まりました。ぼちぼち交代していこうかな。近くの公園にでも連れて行って、カマキリの餌を取りに行こうかな。よいしょ。これまたなんかこう、このぐらいになってきたらもう一回こう潰すというわけじゃないけども、先ほどのこうグレートを塗っていくというのもありですよ。ただもっと深み出ていくから、僕は油絵とか描くときは、まあ、例えばここにグレーズをしてみたり、またこうスカンブル的にさっきみたいなことをやったりとかして、深みを足したりとか、筆致がこうどんどん複雑になっていくとかっていうことをやったりとかしていっております。いやー楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。ご視聴ありがとうございました。もうやらんでえな。もうやらんでえな。もう一回やりかかったけど。ということで、ありがとうございます。ケンチさんもありがとうございました。夏さんとかもスパチャありがとうございました。ハイボール飲めます。終わります。お疲れした。終了。